んばんは。かけるショコラのあきです。普段はね、作るところを見せるだけなんですけども、今日はちょっとだけ喋ります。バレンタインが近づいてきてね、そろそろ手作りする人も増えてくるんじゃないでしょうか。今年は特にね、お家で手作りする人が多いんじゃないかなと思います。で、過去にチョコレートのお菓子を作ったことある人で、簡単に溶かして流して固めたけど、なんか硬いし変な模様出てきたし全然美味しくないっていう経験をした人いると思います。でそれなぜかっていうと、テンパリングっていう作業をしてないからなんですね。でテンパリングっていうのはチョコレートの温度調整のことで、それをしないと味と見た目が悪くなってしまう、そういうものですね。でテンパリングの理論についてはいろいろあるんですけども、今日はややこしくなるので一旦置いといて、で詳しく知りたいよって方は僕のブログの方に書いてますので、概要欄の方チェックしてみてください。で具体的な方法についてなんですけども、一般的に知られているのは水冷法といって、湯煎と氷水を準備してチョコレートの温度を上げ下げするっていうのですね。ただ僕はそれはやらないです。単純に準備がめんどくさいっていうのもあるんですけども、カカオバターっていう油を含んだチョコレートにとって水は天敵なんですね。なので湯煎の湯気であるとか氷水の水分が入ってしまうと、それだけでチョコレートが取り返しのつかない状態になってしまうんですね。なので今日はやりません。でそれ以外で3つですね、お伝えしたいと思います。1つ目が電子レンジ法、2つ目がフレーク法、3つ目がお鍋を使ったテンパリングの方法です。でこの3つの順番もちゃんと意味がありまして、で最初の電子レンジで失敗しても次のフレーク法で、フレーク法でダメでも最後のお鍋でリカバリーできるようになっています。でお鍋のテンパリングの方法は、僕が普段やっているこの御影石でのテンパリング、これを家庭でもできるようにアレンジしたものです。できる限り分かりやすく伝わるように考えて作りましたので、皆さんもこの動画を見て練習すればきっとテンパリングができるようになると思います。でテンパリングができればね、今日みたいにマンディアンを作ったりとか、あとマカロンとかクッキーを焼いてそれをチョコがけしておしゃれにするなんていうこともできますので、ぜひマスターしてもらいたいなと思います。で今日使用するチョコレートについては、こちらのフランス産最高級ブランドのバローナのタナリバラクテというチョコレートではなく、明治のミルクチョコレート、これを使ってやってみたいと思います。でこの明治のミルクチョコレートを選んだ理由ちゃんとありまして、もちろんスーパーとかコンビニで手に入れやすいっていうのもあるんですけども、その中でも唯一植物油脂を使用していないんですね。で植物油脂入ってると温度条件変わるんですね。なんで入ってない方がいいです。で最近は100円ショップなんかでも材料充実してますし、もちろんこういう製菓用のクーベルチュールを使ってもらっても大丈夫です。で道具に関してはまず、電子レンジ対応のボウル、これはガラスでもプラスチックどちらでも大丈夫です。とゴムベラと、包丁とまな板、あと温度計ですね。温度計はこういうレーザーの温度計があったら、一瞬で測れて楽でいいんですけども、もしなかったらこういう棒状の温度計でも大丈夫です。今日はこっちでやってみようと思います。あとはドライヤーですね。ドライヤーはこれは業務用のヒートガンというやつなんですけども、家庭にある普通のドライヤーで大丈夫です。あとは厚手の鍋、これも銅鍋ですけども、普通のステンレスとかアルミのお鍋でも大丈夫です。で道具についてはこれぐらいなんですけども、水分はきっちりと拭き取っておいてください。で室温に関してはだいたい22度ぐらいがちょうどいいですね。あんまり暑すぎてもチョコレートがきちんと固まらないし、寒すぎてもすぐ固まっちゃって作業ができないので、だいたい22度、これぐらいに調整してください。で準備はこれぐらいなので早速進めていきましょう。
けでテンパリングのやり方まとめでした。頑張って。じゃあね。